今ですね、ちょっとお友達のお家に来ていて、僕の NVC の動画を見て本も買って読んでくれたということなので、ちょっとね、読んでの感想をお聞きしたいと思います。はい、NVC どうでしたか？なんだろう、今2歳になりそうな子供がいるんですけど、結構そういう育児系の事例とかもあったりして、こういう風にコミュニケーションすべきなのかみたいなのがあったりとか、あとは仕事とかでもやっぱり人と接するタイミングでどういう風にコミュニケーションしたらいいのかなって迷う時もあるので、そういう時に使えるかなみたいな感じで読んでました。なかなか観察、4つの要素ね。4つの、観察、感情にニーズ、リクエスト、それをしっかりこう理解して、まず観察っていうのが難しいですかね。どう難しい？実態をそのまんまこう伝えるっていうか、客観的に、割とそれすっ飛ばして、なんか自分のこう感情とか評価が入ったようなことを言ってしまったりするような気がするんで、そのあたりは難しいなと思いました。で、キリン語の方は、こっちが先に読んだんですね。審判のね。これはすごいパーッと読んで、それがあったからキリン語もパーッと読んだんですけど、ちょっとなんか読みにくい部分はこっちの方が。なんか今どこの話してんのかなって迷う。ちょっと構成が、レイアウトが、でも育児に特化した感じで、いろんな事例が載ってるんで、すごい分かりやすかったなという感じですね。ちょっとワークブックはちゃんとやってないんですけど、読むところだけ読むって感じで、面白かったです。なんか特になんかここ目を引いたなみたいなとこありました？いやでもやっぱりその事実を客観的に理解して、あとあれですかね、その感情の語彙力とか、ニーズの語彙力、それってなんか今に至るまで全然学んでこなかったなっていう感じで、そういう人がいっぱいいて、結局なんかカッとなっちゃって、何々されたじゃなくて、自分はどう感じるかみたいな方で表してみたいな話があって、それ自分の感情じゃなく他人にやられたことを感情と勘違いしちゃうみたいなところとかは難しいな。でもね、ウキウキしたドキドキした怯えた不安な動揺してドギマギした。なんか聞けばわかるけど、自分でこれを自分は今こういう気持ちだなっていう風に説明できないことが多いですよね。カッとしちゃったみたいな。こっちのキリン語の方に NVC はニーズコンシャスランゲージとか書いてあって、ニーズを意識して話す言葉と言われていてっていうので、How の方に手段とかにこう、私はこれをやりたいとかっていうところですれ違うんだけど、ニーズをこうお互いに説明し合うと、うまい妥協点が見つかるみたいな、そういうところもなんか、と思って、意識してみようみたいな感じになりました。あとあれか、もともとやっぱ育児系の本とか読んでて、結構この話ってモンテッソーリの思想とかと似てるっていうか、近い文脈だなと思って読んでて、モンテッソーリも結局子供を観察して、子供のいろいろこう敏感期とかっていうらしいんですけど、今はおしゃべりしたいとか、今は自分でやりたいからいやいや言うみたいな、なんかそういう時期が高まってる時期だみたいなことが、そういうのを理解してあげるとか、あとは子供がやっぱその体と心を、感情を自分でこういうのを表せられるように親がこう教えていかないといけないとか、なかなか自分が教えられるような語彙力持ってないんだけど、みたいなところでちょっとつなげて読んでたりしました。なんか今結構実践でもやられてるところあります？実践、なんか仕事とかでもなんか若干そういうチームメンバーとかの話みたいなところで使えるかなと思ってるんですけど、あんまりなかなかうまく使う機会が
見出せず。結構そういった仕事でのコミュニケーションでも、普段のコミュニケーションでもいいんですけど、結構その自分の感情とかニーズとかって表現っていうとこってどのぐらいやってます？押し殺しちゃうみたいなところはありますかね。でもなんかこれをやってほしいんだけどっていう時はあるのかな。でもやっぱそれは仕事だからみたいな風に理由付けできることもあるので、感情というよりは感情を抑えて、その仕事上必要なリクエストをする、淡々とするみたいな、そんな感じになっちゃってると思うんですけど、でも軽くいろいろこう何回も確認したりするようなことが起きた時は進んでるかどうか分かんないから心配になっちゃうんだよねっていうことは言ったりはしましたけど、あんまり伝わらなかったかな。そわそわしてしまうんだよねみたいなことを言う。そうなんだ。だからタイムリーに情報共有してほしいみたいな感じで言ったつもりだけど、あんまり伝わってなかったのかなみたいな感じのことはありましたね。4つだから観察から言って事実を伝えるところからの4つがなかなかね、実践だと難しいってとこあります。観察も結局観察だとしても逆上されることもある。逆上って表には出ないけど、なんだよってこう多分思われてしまうんじゃないかなとこっちも思うし、もしかしたら向こうも思ってるかもしれないし、なんか変に気使っちゃうみたいなところもあるとですかね。最後のリクエストっていうところって結構自分としては伝えられてるなっていう感じします？なんかちゃんとストレートには言えてないような気もしますかね。子供とのコミュニケーションとかだと、リクエストというよりはうまく誘導するように工夫するみたいな、お風呂に行ってほしいときはちょっとお風呂に遊びに行こうよとか、そういう多分遊びたいっていうニーズがあるから、そういうふうに誘導するみたいなことはこう頭を回転させてやったりしますけどね。どっちの方が実践できてる感じですか？プライベートと仕事っていうと。仕事はあんまりそこまで上司部下みたいな関係がないので、あまり必要としてないのかもしれないですけど、なんかどっちかっていうと子供とのコミュニケーションで活かせそうかなみたいな感じでやってますかね。なんか他には気づいたこととかあります？でもなんか読書会ではどんなこと喋ったんですか？読書会でも同じようなことですかね。NVC って何って教えてっていうか自分の理解を伝えて、で子育ての話と、あとは仕事でもそういうコミュニケーションすることもたまにあるのでみたいな感じで話をして、似たような子育てとかで悩んでるっていうか、同じような課題を持ってるような方もいたので、これ聞いた方の反応ってどうでした？でもなんかっていう感じ。なんか NVC ノンバイオレントコミュニケーションってちょっと分かりづらい用語な気はしますけど、別に自分はバイオレントにコミュニケーションしてないよっていう感じもするのかもしれないですけど。ということで NVC についてちょっと感想を聞いてきたんですけれども、何か最後に一言ありますか？でも早くこの概念に出会っていればよかったなみたいなところはあるので、ぜひ読んでください。ということでね、NVC ってね、ノンバイオレントコミュニケーションってね、聞き慣れないですからね、知らない方結構いらっしゃると思うんで、ぜひこの機会にですね、概要欄にリンク貼っておきますんで、ぜひ動画とかね、こちらの本ですね、読んでいただきたいと思います。はい。ということで今回は以上で終わりにします。じゃあまたね。あとどんなことに気づきました今？だっけだからなんだっけ、ノンバイオレントっていうのがね、バイオレントリクエストが最初に来たからバイオレントって話。もう一個ちょっとおまけで気づいたことをちょっとお話しください。リクエストが最初に来てしまうからバイオレントであって、それを
改善するための手法としてその観察、感情、ニーズ、リクエストっていうその順番にしましょうっていうのがノンバイオレントっていう概念なのだなと理解をしました。いや僕そこ気づいてなかったですね。リクエストを最初にするからつまり全部あれですもんね、飛び越しちゃいますもんね、その前段階の3つって基本的に。っていうことはそれは伝えずにリクエストだけだから結構暴力的な方に行きがちかもしれないっていう。そうそれ面白いですね。なんだっけ、キリンゴの方で、早く部屋を片付けなさいとか、それ命令口調っていうのもあると思うんですけど、そういうリクエストですよね。確かに。多分仕事とかでもあれをやってくれとかっていうだけだと、なんでなんだろうなみたいな感じで多分なるんですよね。確かに。それがバイオレントかっていうとあれかもしれないですけど、でも何回かやってるうちにこうズキズキ響いてくるっていうか、何回もいつも指摘されてて嫌だなみたいな感じになったりとかっていう感じがなんかそうですね、ボディーブローのように。そうですね。もう開口一番でいきなりねそれ言われたら、しかもちょっと否定的な感じとか命令的な口調で言われたらなおさらですよね。めっちゃ大事なポイントだなと思ったんで今ちょっとおまけで取りました。はい。他にあります？じゃあまた出たら取ります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。